今回の動画はジェットストリーム H 使い方をうまくすれば最強ですというお話をさせていただきます。最後までご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、上平大我です。今回の動画はこちらのジェットストリーム H についてお話をしていきたいと思います。油性タイプで一番細い 0.28 のタイプのボールペンとなっておりまして、お値段が税込み1100円となっております。ジェットストリームシリーズといえば皆様ご存知の通り非常に書き心地のいい油性タイプのボールペン、そして速乾性があるというところが特徴だと思うんですけれども、このジェットストリームの細いタイプですね。もう簡単に言えば、それがジェットストリーム H となっております。こちらも1年弱ぐらい前の商品ですかね、になるんですけれども、最初私も購入して、うわ、細い、こんなボールペンあるんだ、ワクワクみたいな形で購入をさせていただきました。で、いざ、書くぞってなって書いた時にですね、問題が発生しました。それが何かというと、インク出えへんやんっていうところですね。インクがなかなかうまく出なかったというところで、買い始めだからとか、冷えていたからちょっと出なかったのかなと思ったんですけれども、そういうわけではなくてですね、うまくインクが出なかったというところがありました。で、その時はですね、もう失敗したかなと思ったんですけれども、さすがにですね、ボールペンの中では1100円といえば結構なお値段の商品だと思うので、それはちょっとということで、結構いろんな工夫をしてみました。ボールペンの角度こういう風に使ってみようとか、あとはですね、筆圧をちょっと変化させてみようとか、いろいろやってみました。そういったところのですね、結果、今では愛用できる、常に使える、そんな商品となっております。日記とかですね、日記書かないか、手帳とかですね、そういったところに使いやすい、そんなボールペンの細さになっておりますので、こちらもですね、うまく使いこなしていただければ最強かと思います。なので、私と同じようにですね、ワクワクしながら購入したのにもかかわらず、筆箱の中に入ったまんま2軍3軍になってしまっている、そういった方がですね、もう一度こちら手に取って書いてみたいなと思っていただけるような、そんな紹介をさせていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよっていう方は、こちらの動画最後まで見ていただいて、よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントしていただけますと非常に嬉しいです。それでは早速ですね、こちらのジェットストリーム H の紹介をノートを使って実際に書きながら進めていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、それでは早速ですね、こちら白い紙にこのジェットストリーム H を使ってこういう風に使えば相棒になりますよという、そんなお話をしていきたいと思います。では早速一つ目ですね。一つ目、使い方としてペンの角度注意すると。ペンの角度に注意をしましょうねというお話です。まず一つ目はペンの角度に注意するというお話になります。寝かせすぎないというところがポイントになります。角度としては普段がこれぐらいとしたらちょっとだけ気持ち接地面を立ててあげる、そんな感じのイメージでいいと思います。めちゃくちゃまっすぐしないといけないというわけではないんですけれども、ややですね、普段よりも立ててあげる、そんな意識で書いてあげるといいんじゃないかなと思います。そして2つ目ですね。書く時のスピードを 90% ぐらいに落とすということです。これもですね、人それぞれ自分に合ったリズムというものがあると思うんですけれども、今自分自身が書いているスピード、普段書いているスピードよりもややゆっくりですね、書くということです。ややゆっくり書いてあげてください。そうすることによってかすれることなくしっかりと書くことができます。もうこれはスピード感ですね。スピード感。ここに関しては実はですね、慣れてくるとスピードを上げても全然問題はありません。ただ一つ目のペンの角度がちょっとあまりにも寝ていたりとかするとちょっと書きづらくなってしまいますので注意しましょう。そして3つ目です。ここが結構ポイントなのかなと思います。筆圧。自分が思って
いるよりも軽く書く。はい、ここにつきますね。じゃあ自分が思っているよりも軽く書きましょうということです。筆圧の濃い方はですね、結構このボールペンを使いこなすのは大変なのかなと思うんですが、筆圧がそんなに普段から強くない方でもですね、やはりこの細さを扱うという時にですね、どうしてもちょっと力が入ってしまっている形になります。力が入りすぎているわけではないんですけれども、通常のペンを使う時よりもさらにちょっとそのあたりは意識して軽めに書いていただくということをしないと、どうしてもかすれてしまう原因になってしまうと思いますので、そこは注意してみてください。なのでもう簡単にですが3つご紹介させていただきました。ペンの角度を寝かせすぎないように注意しましょう。そして書く時のスピードは 90% ぐらいに落とすということで、これはですね 90% っていうのは書かせていただいたんですが、自分自身の中で例えば書くのが早い方であれば 80% ぐらい落とさないといけないかもしれないですし、遅い方であればむしろですねちょっと早めていただいて、早めることによってこの3番の筆圧を軽くするというところにつなげていただかなくてはいけないかもしれないですし、というところでこのあたり2番3番はですね、連動しておりまして、それぞれ自分自身のスピードに合わせていろいろ試行錯誤していただくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回ですね、非常に簡単にですがこの3つを意識しましょうというお話をさせていただきました。ペンの角度、スピード、筆圧ということで、これさえですね押さえておけば、ジェットストリームエッジですね、こちらの商品非常に書きやすくていい商品だと思います。一番最初に失敗だったかなとは思ったんですけれども、実際ですね失敗だということは全くなく、非常にかっこいいデザインですし、筆箱にそっと忍ばせておいても素敵なものかと思います。あえて言うならここがちょっと滑るかなっていうところがあるんですけれども、そういったところが気にならなければですね、ほぼほぼ日常使いしていただいても完璧使いやすい、そんなボールペンになっていると思います。はい、というわけで今回は以上になります。非常に簡単でしたがいかがでしたでしょうか。今まで筆箱で眠らせていた方、部屋の片隅にそっと落としてしまっていた方、そういった方はですね、もう一度こちらのジェットストリームエッジ手に取っていただいて、もう一回書いてみようかなということで、この3つですね、ペンの角度、書く時のスピード、筆圧、ここを意識してもう一度書いていただくといいんじゃないかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。